数歩入っていたような、狙いがあったんですか？そうですね、もう本当にいろいろ研究してくれて、対策練ってくれてて、本当にこう知らなかったこととか自分の癖だったりとかも全部研究してくれたんで、今日は本当に自信持って試合に臨めてます。今日ちょっと何も話せないので結果で見てください。自分はそんなに気負うこともないので、練習通りいつも通りって感じです。王者浜崎朱加を圧倒した大晦日のダイレクトリマッチにタイトルがかけられました。 MMA デビューから5戦全勝、わずか1年半で大臣のベルトをさらっていくのか。笑顔の無慈悲な挑戦者、伊沢聖華24歳です。浜崎が負けた事件から108日、大臣女子スーパーアトム系王者浜崎朱加、この悔しさは何だろう。王座防衛戦にして復讐の戦いへ。大臣女子強さの部分を一人で背負ってきた浜崎朱加、求められ続けた責任感、そんな重いコートを脱ぎ捨てて伊沢聖華の待つリングへ足を踏み入れます。サルです。モチベーションは明快です。やられたらやり返す。浜崎朱加の負け4つのうちの1つが伊沢聖華です。日本人でただ一人浜崎に黒星をつけたのが伊沢聖華です。あれから108日、いよいよです。さあ第1ラウンドが始まります。スーッと中央を取って手を合わせました。両者背中見えています。黒と赤のコスチュームが浜崎です。今一瞬スイッチも見せました。今回自分も結構打撃に重点置いてやってきて、打撃でも戦えるっていうような自信があったので、自分からどんどん攻めていくことができたかなって思います。さあこう倒しきるかどうか。右向け右向け右向け、小手巻いて右向け。これは切れるかどうか。ああいうね膝蹴りもえげつないんだよね。倒した上になります。やっぱテイクダウンですかね。そこをしのげばなんとかなると思うんですけど、佐々木さんだったりとかに教えてもらった対処も試合の中でできたんですけど、最終的に倒されちゃったんで結構されちゃった部分もあって。さあそしてサイドを取って腕十字の体勢です。膝入れながらです。もう一つテンポに入る。これ逆にアームロック取り返す。アームロック取り返す。一番得意のカウンター狙ってますね。これ腕十字カウンター狙ってます。さあアームロックに行こうとするところ、足を越えて塞ごうという上の膝。さあしかしまだ腕は取っている。入れ替わりました。さあここ体勢だ。右肩を入れたいですね。決められる感じも今回は全くなかったんですけど、テイクダウンしてからのこうコツコツ当ててきたりとかっていうのは本当に嫌でしたね。しっかりリストに持ってるし、肘を落としていきました。さあカウンターの十字、蹴り上げが来る。やっぱり前回の試合を受けて研究してきたなっていうのが伝わってきて、自分が下になった時に入ってこないで足蹴って距離取ってっていうようなところがあって、下からの攻めはほとんどできなくてっていうところが一番大きかったです。逆に浴びせて倒していきました。さあ上から強い鉄槌、肘もありました。よく取ったよ。サイド取りましたね、あっさりと。さあそして技も仕掛けられる。逆側どうだ。木村もあるよ。木村ロックもありますか。そうですね。左手意識させておいて、今右手狙いってますね。それからアームだけな、そのアームだけな。3分間。右手危ないですね。右手。そして腕十字の体勢か、いやアームロックだ。攻める伊沢、守る浜崎、王者が守りです。抑え方もね、しっかり足太もも使って抑えてて、頭上がんないようにしてるんですよ。左を差しています。今度は右の膝。体重のかけ方がうまいんだね。立ち上がる、なんとか立ちました。まだ頭下がってるから。そしてネルソンでクラッチ。
チしてます背中の後ろ、そのままでできるか、あれで手長いからさ、こうなっててさ、めっちゃ嫌だったんですけど、こういうの取れんし。ダブルアームか、プロレスでいうネルソンの状態があったんで、その状態からの膝をもらっちゃったっていうか、そういう部分があって、でもまああそこからでも戻せるっていうのは前川の良さでもあるんで。さあ浜崎が戻した、初めて戻しました。いやー、よく脱出した。しかし休ませない。頭入れないそのままでいいよ。はい、蹴りだけちょっとさあ最終第3ラウンド、果たしてベルトの行方は。王者浜崎彩香劣勢です。ナイス、この展開ですね。サイド取って伊沢選手止まりましたね。小崎選手の抑え込みで、浜崎は左の膝もうまく使っています。ちょっとペースっていうか展開変わりましたよね。十字へのアームロックいけばな。アムロック気持ちですね。十字これは。十字も。さあクラッチを切って右足はどうか浜崎。それが大丈夫だから、それ大丈夫だから、位置だけ。さあここまで負けを知らない、怖いものを知らない。決めれるとこもあったけどな。アームロックよ。いや、そう聞こえたんですけど。なんで十字行ったんやと。アームロックだったですね。俺アームロックだね。十字に来てくれて、俺だと良かったって思った。アームロックの方が逃げれないですね。確かに。十字の逃げ方は知ってたので、タイミング合わせていくっていう感じです。さあネルソンでコントロールしながら膝だ。ここで容赦ない攻撃だ。今度は横から三角に入るか。しかし入れ替えで取った腕十字が十字だ。不思議三角の形です。あそこから。どうかここは抜きました。チャンピオン浜崎。正解腕。左手。これからボディにパンチ、肘も入れる。ここで試合終了。果たして青伊沢。ジャッジ柴田。青ついに時代が動く。伊沢。スーパーアトム級第4代王者伊沢聖華、その腰にベルトが巻かれます。榊原さんいますか。ぜひ女子スーパーアトム級チャンピオンの決めるトーナメントやってください。絶対そこで強さを証明します。実際自分がライジンで戦ってるのは浜崎選手だけなので、まだ誰には勝てないんじゃないかっていうような声もあると思うので、トーナメントで当たった相手全員文句なしで倒して皆さんに認めていただきたいなって、もっともっと強くなって最終的には世界一になりたいと思っています。頑張ります。おい、頑固者め頑固なのが、でも今日はちょっとだけあれだな、言われたことやっとったな、できとったな。右向きました。いやー、伸びしろこれからじゃん。あれやったら切れますね、割と。初めてやったけど。あー、すいません、触り切った。ランチしましょう。連敗か。次こそ。勝っても負けても一緒だから、悪い意味じゃないよ。ちゃんとね、作ってきたものがあるから。勝ってほしかったですけど、本当もう彼女頑固なんで、頑固だからこその強さがあったんですけど、やっぱこの年までこんだけやり続けてきて、自分を変えるのってなかなかできないじゃないですか。
自分のスタイルをちょっと崩して挑戦したいことがあったと思うので、本当にやっぱり彼女の強さをまた改めて見たというか、さらに強くなりそうで、なんかまあ親目線っていうかそんな感じな目線なんですけど、期待したいですよ、また新生浜崎朱加にも。やめれないですね。あとは自分の満足するまではやるんで、ベルト取られて本当悔しいし、今日の負けもすごい悔しいですけど、ベルト、最終的には取り返したいっていう気持ちもあるけど、やっぱりこうやり返したいっていう気持ちの方が強いですね、今は。もう一丁もう一丁。悔しいんでなかなかやめれないですね。今日から新たなストーリーを描いていく。痛恨の2連敗、自分がいないライジンなんてもう見たくない。本来の力を出せれば勝てると思ってるんで、気持ちの問題ですね。彼女自身の問題だと思いますんで。赤コーナー、朝倉環奈の入場です。今週でよくこの試合受けたなっていうのを思ってます。ライジン女子部門の新たな実力者、第2代シュート女子世界スーパーアトム級王者サラヌの登場です。ずっとキラキラしたところでやっててずるいなというか。朝倉環奈の心配。さあ再びスーパーアトム級タイトル戦線へ食い込むための大きな一戦です。圧はかかってるから、圧はかかってくるから、ただ行くとき一気に行けよ。シュートチャンピオンのサラミです。そして食いついていったタックル、ここですね、倒しました。回し続けて自分の土俵に引き込みたいという朝倉環奈ですね。そうですね、ここもテイクダウン、もうはい、テイクダウンどんどんもう絶対取れるんで、攻めにずっともう取り切っていう津屋先生と荻窪さん、自分の得意なとこをやっぱちょっと忘れてた気がして、今回戻して戦ってみました。崩してからでいいぞ、崩してからでいいぞ。手、左手、足で跳ね抜けて、そして下から腕十字を狙っていく。さらに抜けた。綺麗な入り方でしたね。やっぱサラミ選手早いな。もう起こさないという朝倉環奈、その体勢からもパウンドを放っていきました。第2ラウンドが終わっています。あと5分間頑張る、しっかり全部出し切るぞ。分かった、最後出し切れ、分かった。さあ、久美さん、このね女子の濃厚なグラップリング、そして朝倉環奈も終始ペースを握っていると見ていいと思うんですが、どうですか。やっぱパラスは松戸の戦い方、やっぱこう粘り強く倒しに行く。本当3ラウンドのコーナーギアで荻窪さん思い出して、これ荻窪さんここからまたどんどん倒しに行ってたなと思って、ああいう場所しんどいんですけど自分もやんないとと思って気合ではい。カンナ気持ち見せろ、カンナ気持ちだ、ラストだ、山作る、もう一回山作る。さあ打ち合いか。入ってる入ってる。朝倉環奈のパンチ、プレッシャーをかけていく。離れた。さあ朝倉環奈が断続的にさらにもいきなりパンチを出していきました。さあここで第3ラウンドが終了しました。倒れ込んだのは素晴らしい試合だった。胸張れ、打ってある、中入る、打ってある、打ってある。2人目も朝倉環奈、安定3対0フルマーク。朝倉環奈連敗脱出、シュートチャンピオンサラミを下しました。もっと乱暴を相手に振るうことができると思っていましたし、それが至らなかったなっていうところでしたね。ここで勝つことの難しさは一応私も存じているので、はい。最後さね、
早くぶっ倒れろっつってさ、本当にぶっ倒れてた。全部出し切ったもん。よかった。それでね、繋がった道。負けてたらちょっともうかなり。やばかった。そう、引退だよ。いや。この試合はきついよね。いや、きつかったじゃん、今思えば。気持ち的に。そうだよ。とりあえず勝ててほっとしてたんですけど、レベルの高い試合でお互い本当強かったんで、なんか一気に現実っていうか、自分もっとやらなきゃダメだなっていうふうに思いました。まあちょっとずつですけど、またタイトルに近づけるように、動きも変わってきてると思うので、自分の存在をアピールちゃんとできるように、もっともっと頑張らなきゃいけないなと思いました。さあ始まりました。画面左が中島太一、オーソドックススタイル、今踏み込んで右のカーフキックを放っていきました。おっと、打ち合いカウンターです。川尻さん、おっとカーフキック、そしてバックブローも放っていきました。僕の、打撃のパワーが足りなかったですね。相手を止めることができなかった圧の強さですよ。本当に強いんでね。まあそれだけこのケラボというのは力いっぱい全開に襲いかかっていきます。おっと打ち合いのニック、そしてマイエリ、おっとニック。Не, я наоборот, мне понравилось, что я хотел зарубиться, хотел, как бы сказать, эффект. このハンドスピードでやっぱ組力はやっぱ強かったですね。軽々足を持ち上げられてしまって、そこの印象は上回ってました。できました、テイクダウン。さあここから圧力かけに行く。結構入ってますね。スピーディーに三角の形、4つで絞り上げていった。上から三角だ。これちょっと難しいんじゃないか。人生変えたかったのにな。こんなこと言うの嫌だけど、要は別に弱いとか強いみたいな話をしてなくて、ただあとルールみたいなところがやっぱ悔しいけど持ってなかったっていうだけ。その器に抗ってやっていく以上は一緒にやろうっていう感じかな。抗いたいっすよ。抗えるんだったら頑張りましょう。抗いたいっすよ。またライジンで頑張りたいですし、怪我もないんで明日からまたコツコツ頑張っていきます。Я был уверен в себе, как во всех боях. Я как бы хочу выиграть пояс чемпионский. Советоваться со своим тренером. Что он скажет, то и будем делать. Азербайджан! ライジンフェザー級タイトルマッチ、牛久潤太郎 VS 斉藤豊。メジャーだ。牛久潤太郎が歴代の大会。思いますね。いや。ありがとうございます。今日は生揚げポンコツなんでちょっと怒られちゃう。取材拒否なんです。すみません。石渡さん、挨拶来ました今日。いや俺から行きましたよ。あともやるだけだっていうのが、本人も含めセコンドもまとまってる感じですね。はい。やっぱ MMA はチーム戦なんで勝つしかないっていう。炎上するのはマジですね。勝ちますよ。勝ちたいですよ。はい。その気持ちを持ってね、試合に臨みたいですね。あの日の戦いに完全決着をつけるベルトをかけた頂上決戦が始まります。ライジンフェザー級タイトルマッチです。チャンピオン画面左牛久潤太郎、そして画面右チャレンジャー初代の前チャンピオン斉藤豊です。完全決着へ向けて動き出す両者の戦い、今ゴングが鳴らされました。ライジンフェザー級タイトルマッチ、まずはお互いにジャブとそしてハイキックで牽制し合う形。ちょっとずつでいいよ。ちょっとずつ合わせていけ距離。
ジュータ何やんだ。そうだろう。右足は前回の戦い終始牛久選手サウスポーだったんですけど、今回スイッチ右も多いですね。そうですね。そうするとちょっと距離が近くなりますよね。でも構え変えててそれ見ちゃったよね。いや想定ないですね。ただってこう見ちゃった斉藤君がやっぱりだから前回食らったのが心理的に思ってた以上に残ってた。両方混ぜた方が僕自分の距離を作れるんで、実際に今回も距離感を相手が多分つかめてないなっていうのを感じて。下はバックキックだ。神田高野戦で見せたバックキックを今度は斉藤戦で披露。前回の神田高野戦では後ろ回し蹴りみたいなのもやったりしてたんで、そういうのがあるのかなっていう。見ましたよ。はい。別に警戒されてもその先を考えてるんで、だから裏の裏をつくじゃないですけど、今回は打撃でいこうっていう作戦ですね。川尻さん、このスタンドの攻防ですけれどもね。そうですね。斉藤選手はしっかりボディも打ち分けられるんですね。来るぞ。倒したもしょうがないけど構えでもう絶対左打ってるの分かったから打った時に大丈夫。左範囲に関してはしっかり準備されて打たれた感じですね。前回は膝、今回は肺っていうのは想定してたところなんですけど、体がとっさに出たというか、やっぱり体に染み込むまで練習をやったんであれが出たっていう感じです。ちょっと効いてたと思いますね。すかさずこのギロチンの形に持っていきましたね。そしてしかもですね、セコンドの横田代表の声に耳を傾けうなずいています。冷静ですね。力使わしいよ。いいよ大丈夫。力使わしいよ。攻め続けた後今解除されました。こうなってモニターでも確認して、がっちり入ってる感触なかったんで、相手の動きに合わせて僕も決めようかなと思ってます。でもめっちゃ効いてましたね。しっかり横田選手。さあリングの中央を向き合った両者、ボディからレッグ。そして一方の牛久はこのあれは正直2ラウンド目のハイキックの方が効いてたはずです。ハイのダメージ引きずってたんじゃないですか。多分少し飛んでるんですよね、記憶。あの状況だったらもらっても自分から詰めていくっていう意識はありましたね。ダウン取るとかそういう攻撃しないと判定は厳しいかなっていうのは、セコンドの石渡さんも倒しに行くぞっていう指示があったんで。あそこ一緒になって打ち合わなくてもよかったかなって、もう今回に関しては完全に仕留めに来てる斉藤選手を感じれて、僕はすごく楽しかったっていうか気持ちを感じたっすね。ここはその一瞬でストレート。しかし倒れないチャンピオン牛久潤太郎、残り10秒になる。ここは組み合った両者、またしても一対一、魂と魂のぶつかり合い、組み合っていった。膝蹴りを放っていく斉藤龍馬。フルラウンドを戦いにしました両者。赤牛久潤太郎です。3対0判定勝利を収め、王座を守り、我こそがフェザー級の王であることを証明しました。ジャパン。斉藤選手でリスペクトあるんで胸張って胸張って。はいでダメでした。あれが決定的に聞いたっていうよりはちょっとあれだな。いや結構聞いてました。落ちてました。多分記憶飛んでるちょっと。マジか。カメラもいいですか。全部の動きにちゃんと意味があって仕掛けがあって、そこにちゃんとロジックがあるんですよ。ただやっぱり誰もロックになっているところ、反応が少し遅れているところっていうのは確実にあると思います。自分もそれで引退してるんで、やっぱ続けるか続けないか迷うところだと思いますね。悔しいですけどね、すごく。
気持ちが持つかどうか。勝てばね次ってなるんですけどね、やめるんなら今かなとか思ったり、はい、結果は結果で受け止めなきゃいけないし、やるならやる取り組み変えなきゃいけないと思ってるので、ちょっと即断はできないかな。はい、肉体のダメージもそうですし、精神的なものもだいぶ溜まってるような気がするので、すぐ次っていう風にならないですね。まあちょっと休んでたな。いやーなんか涙腺がつもりないですよ。伊沢さんの見て、俺は絶対泣かないよって言ったんですけど、俺無理だすごい泣いてる。ベルト2個じゃないですか。4つですよ。なんなら全部入れて。正直でも潤太郎は今日は絶対勝てると思ってそれを何も心配してなかったんですよ。成果の方が今回意外と心配したんです。ちょっと体調崩したりもしたんで、まあでも良かったです。安心しました。嬉しいってのも安心です。本当にあんだけ俺炎上されたからね。ちょっと今日はノーコメントで、あとはなんかお互いで気持ちをぶつけ合う、なんかそれがやっぱ格闘技の良さです。めちゃくちゃ重いですね。はい、それで2回やって、いやー長かったですね。はい、もうこれからが勝負です。はい、やろう。とりあえず今日はとりあえず今日はでもいいじゃん。本当に私応援でやらんだ。まあ今日牛久がいいの試合ね。本当今日いい試合。彼が全部で強くなってる。でももうすぐ絶対私牛久で戦わないってる。絶対いいの試合です。本当にこうちょっと先のことを逆に考えないようにしてて、とりあえずまた今日勝ったんで考えます。はい、ベルトを持つことによって逆にそのプレッシャーが自分を強くしてくれてるなっていうのをすごく感じますね。この半年間本当に自分を追い込んで頑張ってきたんで、勝利が本当に何より嬉しいですね。はい、僕すごく不器用なんですけど、皆さんのこと大好きな気持ちは変わらないんで、僕を信じてついてきてくれないですか。